皆さんこんにちは、みさとです。ここは大阪市北区中津1丁目。JR の電車221系が走っていますが、梅田貨物線です。今回は今年2023年の2月11日が最後になった梅田貨物線の廃線区間を歩きます。さて、大阪市北区中津1丁目といってもどこだかわかりにくいですよね。真ん中が JR 大阪駅で、大阪駅と阪急梅田駅の間の道を北へ向かって歩いて16分ほどの場所が今いるところ。この道は地下を大阪メトロ御堂筋線が走っていて、中津駅が最寄り駅になります。さて、先ほどの221系電車を見た線路の反対の南側です。この2月まではこの上を電車が走っていましたが、通らなくなり、架線も外されています。そしてここ、微妙な高さの築堤ですが、たった1.4メートルの線路下をくぐる道がありました。線路切り替えの前年の10月から通行止め。地下に入るのに線路は坂を下るので、この通路は通れなくなりました。地下に潜る線路を越える歩道橋を設置するようですが、それまでにこの列車が通らなくなったコンクリートの築堤部分はもう不要なので撤去されてしまう感じですね。ここで2007年の地理院地図の空中写真を見てみます。まだ梅田貨物駅があった頃です。この辺りが先ほどの豊崎第六可動橋です。梅田貨物駅寄りに進むと線路が複線から6線までに増えています。そして2017年の空中写真。梅田貨物駅が廃止後、線路は複線分のみになり、北側の2本のみになっています。そしてさらに Google マップの多分2022年頃だと思います。外された南側に再度複線が敷かれて、北側が地下へ下っていくルートを建設中。最初から南側の2線を残せばよかったのでしょうけど、何か事情があったのでしょうね。線路の北側を歩くとご覧の通り地下へ降りていく線。防音壁でしょうか、囲まれているので走る列車も見えにくいです。梅田スカイビルが見えたあたりで地下に潜る線路。道路のそばに JR 管理の排水ポンプがありました。野瀬街道可動橋道路排水ポンプとあります。可動橋の下の道路は若干アンダーパスのようになっていて冠水対策ですね。これも廃線後は道路のくぼみを直せば不要になるので、これから先なくなるかもしれません。さらに大阪駅寄りに進むと白い建物が2つ。この地下線化された真上にある建物は地下区間へ電気を送るための変電所だそうです。そして振り返ると大きな鉄橋を渡る阪急電車が見えました。こうやって見ると敷地が広く6線以上の線路が敷かれていたのもうなずけますね。阪急電車の鉄橋を渡り切ったところにある駅が阪急中津駅。この駅が高架化されたのは大正15年。片や梅田貨物線は昭和3年に開通。阪急電車の高架化を待って梅田貨物線が作られたような気もしますが、偶然でしょうか。阪急中津駅、どことなく JR 鶴見線の駅に似たディープなイメージがあって、改めて訪れてみたい気がします。梅田貨物線をまたいでいた鉄橋の下に使われなくなった踏切がありました。今歩いてきた方を見ると、廃線の路盤にはレールが残っていました。架線や鉄柱はなくなっていましたが、鉄橋をくぐり抜けると旧梅田貨物駅のエリア。外された PC 枕木が並べられて撤去作業が進んでいることを物語っています。この鉄橋に上がれば上から見渡せると思い登ってみました。大阪駅の方に向けて線路の撤去作業が進められています。この日は土曜日だったので作業はお休みみたいですが、鉄橋を渡って線路の反対側へ歩いてきた新大阪駅の方を見ています。伏線でここまで来て鉄橋の下で単線になっていました。梅田貨物駅側に戻ってきました。
コンクリートの丸い塊がありますが、これはおそらく大阪駅の周辺の梅田は湿地帯ということで、最近ではテレビ番組のブラタモリやスーツさんの動画でも拝見しました。河川の鉄柱などをそんな地盤の弱い湿地帯でしっかりと固定するための基礎のコンクリートかなと思います。役目を終えた勾配表。この勾配も地盤沈下でできたりしたのでしょうか。この 556km、170m というのはもちろん東京駅からの距離ですよね。だんだん痛ましい光景ばかりになってきました。砕かれたコンクリート片の背後にはきらびやかな梅田のビル群たち。用事が普通のキロポストと違う気がしますが、やはりこれも東京駅起点のキロポストですよね。こちらは梅北地下道。幅の大きな梅田貨物駅を横切るための地下道で、梅田貨物駅開業の昭和3年からあったそう。貨物駅が廃止になってだいぶ短くなりました。しかし、今回の線路の地下化により、迂回する線路がなくなったので、2024年にはこの地下道も廃止されるそうです。このマークは日通、日本通運のマーク。線路に隣接の日通大阪運輸梅田営業所です。国鉄の頃って大きな駅には必ずと言っていいほど日通の営業所がありました。梅田貨物駅のそばにもこうしてあったのですね。そしてここは西梅田一番踏切。踏切が現役の頃、黒潮号から見たこの踏切。フェンスがあってもう列車は来ません。この基礎は昔ここに踏切小屋があった痕跡のようですね。踏切の反対側、大阪環状線の福島駅方面へ線路はもう少し伸びていて、東海道本線の手前のこの場所で線路は途切れていました。その先で地下線が地上に出てきます。梅田貨物線の廃線跡巡りいかがだったでしょうか。よろしければご感想などありましたらコメント欄にお願いします。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。